ちは、ゆきみです。はい、今日はちょっとそういうテンションじゃないか、こんにちはみたいな感じじゃなくって最近なんか考えたことをちょっと話そうかなと思うんですけど、最近ね、個人相談サービス私そういうのをやっていてですね、視聴者の方とか、ブログのね読者さんとかと、1対1でお話しするっていうのをずっとやってるんですけど、それでゆきみんさんでも落ち込むことってあるんですかっていう質問をいただいて、動画とかブログとか見てたら自分のこうやりたい生活を手に入れて落ち込むこととかあるんですかっていう風に質問をいただいて、結構そういう風に見えてるんだってすごい思ったんですよね。なんかそういう風に見えてたらすごい申し訳ないなと思って、私全然逆に悩まない日なんてないっていうぐらい毎日めちゃくちゃ悩んでます。悩みの量で言うと全然会社員時代とそれより多いって言ってもいいぐらい結構ね悩むことは多いし、落ち込む時も本当に底の底を知ったって感じがあるかもしれないですね。会社で働くメリットとデメリットみたいな話をねたまにするんですけど、最近気づいた会社で働くことの一番大きなメリットっていうのがあって、これはちょっと誤解のないように話していきたいなと思うんですけど、会社って結構やらないといけないことをずっと与えてくれるじゃないですか。どんな人間関係があろうと、どんな辛い状況があろうと、どんどんやるべきことっていうのが前にあって、それをこなしていくっていうのが基本的な業務だと思うんですけど、会社員時代はそれめっちゃ嫌やなって思ってたんですよ。ちょっと今休憩したいのにとかちょっと休みたいのにっていう時でももう果てしなく仕事がやってきて、なんかそれすごい嫌やなって思ってたけど、よう考えたら会社辞めて基本的に一人で過ごす時間が増えて思ったのが、会社で働くことの、もしかしたら最大のメリットってその余計なことを考えずに済むことなんじゃないかなっていうのをすごい思ってて、毎日こういう生活をしてると結構ね時間には余裕があるんですよ。やるべきことはやるんですけど、自分でペースを考えられるので、前にフリーランスで働くメリットとデメリットみたいな動画でもお話ししたんですけど、私は自分の性格的にやるときはめっちゃやるんですよ。もうほんと朝方までやったりとかするんですけど、やらないときは本当にパソコン開けない日とかもあったりするので、そういう日に自分の内面っていうのかな、内面について考えすぎるっていうのに気づいて、落ち込みすぎるというかね、会社に行っとったらそんなことを悩む暇もないぐらいどんどん新しい課題与えてもらってなんとかなってたと思うんですけど、今って悩もうと思えば結構時間があるので、すっごいね落ち込む時本当に血の果てまで落ち込むみたいな感じで、それがね結構バランスが難しいなって思いますね。自分が納得できるところまで悩めるっていうのはあるんですけど、でもね悩んでばっかりだと何も前に進まないというか、悩むのもね悩みすぎると良くないので、そこがすごい難しいなっていうのは思いますね。相談してくださった方にもお話ししてたんですけど、私本当に一日中ベッドで潜って泣いてる時とかありますよ。本当にすごい落ち込む時はめっちゃ落ち込むし、もうどうしていいか分かんないみたいな時もすごいあります。あるので、これで安心してもらえるのか分かんないですけど、私もすごい悩む時は悩みますという感じですね。悩む時間が増えて、やっぱ自分って何なんやろみたいな自分のことについてやっぱあんまそこまで分かってなかったかもしれへんっていうのが、自己分析というのかな、自己分析って言ってもなんか就活の時とかにやるガチガチの真面目な自己分析とかじゃなくって、自分の基本的ななんていうのパーソナリティというか、こういう傾向があるみたいなのはちょっと前よりも分かったかな。基本的に結構感じやすい性格というか、よくねHSP ですかっていうコメントとかも最近あんま言われへんかな。なんか前は結構そういうコメントが来ていて、 HSP って別にねなんか病気とかじゃなくて、すごいなんていうのそういう傾向があるみたいな、なんかあれですよね、どっかのなんか論文でちょっと触れられたみたいな感じなんで、多分 HSP だみたいな診断っていうのはなかったと思うんですけど、 HSP っていうのはこういう傾向があるみたいな、そういうのを読んでると 100% 当てはまるのでそれを HSP というならそうなのかもしれないなとも思いますね。私あんまり自分はこういうカテゴリーに当てはまるんだみたいな風に
って生きていくのがあんま好きじゃないというか、自分自身はそんな自分は HSP ですみたいな感じで言うつもりとかあんまなくってね、やっぱ人の性格ってカテゴライズできないというか、この人はこうみたいな感じで当てはめられるものではないと思うので、私はそれは自分自身に対しても当てはめたくないし、他の周りの方に対しても当てはめたくないので、もちろんその相手の方が私はこういう人なんですみたいな感じで、例えばですけど私は HSP ですって言ってくれたら、それはそれで相手の方を知るきっかけにはなるので、それもそれでいいなと思うんですけど、特に言われなければ私がね誰かに対してこの人 HSP だとかって思うことは絶対ないし、自分に対しても思わないようにはしてるというか思わないんですけど、コメント欄とかで、HSP だけじゃないかな、これこれの病気じゃないですかとか、これこれじゃないですかみたいな、すごいねそういうコメントが来ることがあって、もちろんそれは善意であることがほとんどだと思うし、確かにそういうものがあるんだっていうふうに知って調べて私自身楽になることもあったので、ただ自分はこうですみたいな感じでは多分今後も話しないかなっていうふうに思いますね。何の話してたっけそうで、そういうちょっと感じやすい性格なのかなっていうのは、すごい、小さい時からずっとこの性格なのでねあれなんですけど、最近思うのは特に感じやすい日っていうのがあるってことはすごい思いますかね。基本的に感じやすい性格だけど、今日はちょっといつもより敏感かもしれへんなみたいな、なんで今ちょっとエセ関西弁みたいになった今日はいつもより敏感かもしらんなみたいな、そういう日がある気がしますね。それに気づけるようになった、すごい大きな原因があったとかではないんですけど、朝起きた時に今日ちょっと違うかもってちょっと気づくようになったかなって思います。でそうなった時にはいつもよりあんまり例えば SNS とか見ないようにするとか、ちょっとだけいつもより自分を甘やかすとか、そういう風に対処ができるようになったかなっていうのを思いますね。人ってこういう性格だって言っても起きた出来事だったりとか天気とかね、体調だったりとか、もう日によってその時のコンディションって変わるじゃないですか。それはちょっと気にするといいんじゃないかなと思いますね。ストレスって自分でも溜まっていく時ってあんま気づかなかったりしますよね。いつやったかな、今年の多分前半ぐらいかな、今年の前半ぐらい結構 YouTube をもう2,3 ヶ月ぐらいずっとほっとらかしになってた時期っていうのがあって、その時何が起きてたかっていうと、声が出ないっていうか、声は普通に出るんですけど、なんていうの、カメラを前にすると声が出ないみたいな感じになってて、個人相談とか人と会って話すとかね、電話で話すとか、相手の方が誰か分かってる状態で話すって時には全く問題なかったんですけど、なぜかいつも使ってるカメラでね、カメラセットして話そうとすると声が詰まって全然出なくって、理由あんまり今でもちょっとよく分かってないんですけど、その時は本当に動画撮ろうと思っても全然撮れなかったので、撮ってなかったんですけど、それをよく考えると何かしらストレス溜まってたかなと思いますね。コロナのこともあって結構いろいろね、ポーランドもやっぱり日本とはまた違った、日本は日本でね大変な状況があると思うんですけど、こっちは、こっちの習慣だったりとか文化によって、自分がちょっと受け入れがたいような行動をとってる人とかを見たりすると、やっぱりちょっとその度ごとにちょっとずつストレスが溜まってたのかもしれないですね。本当ね、でも綺麗事とかじゃなくて、視聴者さんがいなかったら私どうなってたかなって本当思いますね。コメントいただいたりとか、個人相談でお話ししてくれたりとかすると、もう全然それだけで救われることがあるので、本当にありがたいなと思ってます。今日着てるこのパーカー、ここにありがとうって書いてあるんですけど、本当にありがとうございますっていう感じです。そう本当ね、ありがとうはもう何回言っても足りないって感じですね。前にクォーターライフクライシスの話をしたら、それが結構この話聞いてよかったですっていう風に言ってもらえて、悩み終わったことについては話すんですけど、今悩んでることについて話すのはすごい抵抗があって、あんまり話してこなかったんですけど、結構あれを話したことによって自分も同じようなことで悩んでるから気が楽になったとか言ってもらえたので、すごい嬉しかったです。はい、ということで今日は
何のあれにもならない話をしたんですけど、ただこんな話してほしいとかあったらぜひコメント欄で教えてください。ではでは、ゆきみんでした。バイバーイ。